はい、皆さんおはようございます。本日は、Day6 ということで、6月4日になります。本日はですね、6月4日ということで水曜日なんで、はい、そうです。昨日もね、ちょっとお話ししたんですけども、今日の夕方、5時から、長野県東御市にある、コミュニティ FM の晴れラジで夕方5時からおかえりホットステーションの、パーソナリティをやります。はい。ですね、このラジオはですね、2023年の10月ぐらいから始まって、約2年ぐらいやってるんですけども、これね、本当にね、当初ね、映像クリエイターがなんでラジオやるんだみたいなことを言われて、ちょっとね、言われたこともあるんですけど、正直ね、僕は逆にチャンスかなと思って、人ってやっぱ新しいことやると否定する人って結構いるんですよね。僕自身も多分そういうふうに言っちゃうのかなと思うので、なるべくね、新しいことをね、チャレンジする人にはやってみればいいじゃんなんて感じで言ってるんですけど、はい。まあね、ほんと当初はね、そんなとこにリソース割くなとかね、いろいろ言われたんですけど、逆に僕はすごくね、なんか自分のためになるし、こうやってね、ラジオをやってなかったら、こう喋る機会がなくて、こう喋ることで、やっぱり課題が見つかるんですよね。その課題が見つかって、今こうやってね、30日チャレンジなんつってやってるんですけども、もしね、この30日チャレンジをやらなかったら、まあ、ね、こうコメントしてくれる方もいなかっただろうし、こうやってね、気づいてくれる方とかね、いなかったと思うんですよね。逆にこう何もしないでそこにリソース割くなとかっていうよりは新しいことをチャレンジしていくとね、いろいろ見えてきますし、よく僕言うんですけど、こう映像クリエイターとしてじゃなくて一人の人間としてね、こういうことやっていきたいななんていう話をしてます。はい。若干今日ちょっとね、テンション低いのは昨日結構寝るの遅くなっちゃって、はい。今正直眠いっす。はい。夕方5時からなんで、これからですね、ラジオの台本と、曲何かけようかなぐらいな感じのものをね、ちょっと今から考えていきます。はい。それではね、そんな様子もちょっとお届けしようかなと思います。はい。はい、皆さん、これからですね、おかえりホットステーション、FM 東美に向かいます。はい。今日はどんなこと話そうかなって、朝からめっちゃ考えてましたけど、そうですね。はい。本当にマジで今日は何話そうかって考えてました。話す内容として本当に僕のラジオだからこそ出せる何かを出したいなっていう感じで、今日は考えてます。はい。あとね、曲ですね。何の曲かけようかなとか、曲順ですよね。それがすごくね、頭を悩ますというか、ジャンルはある程度自分の中では決めてるんですけど、どういう感じとか、じゃあ例えばリクエスト曲来たら、どうするかとか、そういうところをちょっといろいろ考えてます。はい。本当に今日は本当にその自分がやっているこの映像クリエイターとしての話とか、あと今日上がるそのデハンサーさんの案件の動画とかについてもね、話そうかなとか、いろいろこう考え出すといろいろ話したいことはあるんですけども、時間が限られてるし、なおかつその興味を持ってもらえるような話をするにはどうしようかなとかっていうことで、一日というか半日潰れました。はい。本当は気分というかね、明確に決まってると早いんですよね、台本も。台本は決してね一語一句書くわけじゃなくて、話す内容こういう感じでああいう感じでっていうのをね、おおよそ決めてます。はい。なので一語一句決めちゃうと本当台本読みになっちゃうんであれなんで、ある程度くくってます。はい。そんな感じでね、
話す内容とか決めてますし、もしねなんかこういう内容をぜひ聞いてみたいって方いたらコメント欄にコメントいただけるとすごく嬉しいです。そんな感じでね、ある程度台本を決めるんですけど、なかなかやっぱりね台本通りにいかないっていうのが世の中の常というか、生放送の常というか、やっぱり生放送なんでメッセージとかリクエスト来るんですけど、その中でやっぱりこうそのリクエストというかメッセージの中にこう言葉を拾ってこうなんかアンサーするみたいな感じもいろいろ考えなきゃいけないから、でもそういうリアル感ライブ感って最初の頃はすごくねやっぱりビビってましたし緊張してたし、いまだに思い出すんですけど、その初回1回目の放送声震えてたんですよ。俺声震えてるわと思って、いやそれまでは YouTube やってたからどうにかなるっしょみたいな感じでやってたんですけど、舐めてましたよね本当に。いやでもねそれから約2年ぐらい経つんですけど、やっぱり未だに緊張しますし、そういう緊張感がいいんじゃないのかなと思うし、やはりこう常に何かこうエンターテインメントでまた面白いような話がやれればいいかなとは思ってるし、何回も言うんですけど映像クリエイターとしてじゃなくて一人のねサイカっていう人間で、やっていければなと思ってるんで、そんな感じでね、30日チャレンジ Day6、水曜日なんですけど、そんな感じでねいつもこう運転しながらこう何話そうかなとか、どういうのが面白いかなとか、曲とかもね本当にね一応全部決めていくんですけど、なんか途中でこれじゃないなとか、これなんかこうねいろんな曲聴いてこれやりたいとかあれやりたいとかこれ流したいとかっていう感じでね車運転しながらも常に考えてますし、そんな感じで、やっていきたいと思ってますので、多分この次のねシーンは、放送終了後になりますので、皆さん放送を楽しんでいただければなと思います。ぜひね放送ラジオにもメッセージとかリクエストしてもらっても全然構わないですし、今日のね動画のコメント欄にコメントいただければなと思います。それではラジオ行ってきます。はい、お疲れ様でしたということで今ラジオが終わりました。今ね6時35分です。これから帰る途中なんですけども、なんかね僕の YouTube からこうね、見ていただけた方からメッセージ来ててすごくありがたかったですね。本当にねぜひこれ僕のチャンネル見てる方いたらメッセージ概要欄にね、僕のインスタグラムの URL 貼ってあるんで、そこからね、毎週水曜日ねURL 貼っとくんでそこから飛べるようになってますし、別にラジオがなくてもアプリでね今聞けるんで、そちらから聞いていただいて、でアプリからメッセージ送れるんでぜひメッセージ送っていただければ幸いです。ということで放送終わったんですけども、反省会というか今日のあれですけども、ちょっとねオープニングがなんかいまいちなっていうのがちょっと正直あって、もうちょっとなんかこうなんていうんですかね、滑らかにこううまくこうね、やっぱね僕自身こう温まるエンジンがね温まるのが遅いんですよね。っていうか帰りの夕日眩しいっすね。夕日を見ながら今帰ってる途中なんですけども、こうかな。いや話戻りますけども、ちょっとねオープニングもうちょっと滑らかにもうちょっとなんかつかみをね意識すればよかったのかななんて思ってるんですけど、なんかねこうあれでしたね。曲のチョイスは僕の完全な趣味な部分があるんで、リクエストはねなるべくかけるようにしてますし、良かったのかなとは思うんですけども、ちょっとオープニングがなんかちょっと僕の中ではいまいちだったと思うので、多分聞いてる方もちょっといまいちな感じはあったのかなとは思いますけども、ということで、オープニングですね。でちょっとね、そうですね、最初の、トークでチャット GPT の話題、これはね本当にね急遽決めたんですよね。本当は違う話題をね振っていこうかなと思ったら、
その、ね、月曜日担当の長峰先輩がと話してて、チャット GP で手相見れるって話で盛り上がって、放送前ですよ、お前どんだけ余裕あるんだよっていうね話なんですけど、結構今日はねちょっといつもよりね1時間半ぐらい早く入ったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、僕大体ね入るのはね早めには入るんですけども、今日いつもより余裕を持って、いつも以上に余裕を持って入ったんで、大体もう話す内容もこんな感じでっていうのはねなんとなく湧いてきたんで、だけどそこにやっぱりこれも面白いですよね。こう入ってそのね話しながらちょっと話題を変えてねチャット GPT の話題にしてしまうっていうね、そういう感じです。はい、そんな感じでですね、チャット GPT の話題で、ちょっと長峰先輩に振ったんで、ぜひねこの YouTube 見てる方ぜひね手相の結果、長峰先輩の手相の結果はおかえりホットステーションで、メッセージして聞いてみてください。多分答えてくれるんじゃないですかね。はい。でカメラの 50mm の話したんですよね。カメラレンズについてちょっと今日はそれはね話したいなと思ってて、最近僕自身も結構 50mm をね頻繁に使ったりしてて、なんか原点に立ち返るじゃないですけども、スナップも大体ツワイスの 55mm、50mm 系ですねとか、映像撮影してる時もなんか最近 50mm がなんか自分のなんか感覚にしっくりくるなっていうのが最近ちょっと出てきてて、結構ね 50mm で撮ってることが多いんですよね、単焦点で。場合によってはズームレンズで使う時もあるんですよ。やっぱりこうなんていうんですかね、もう一声みたいな自分で移動したいんだけどできないっていう現場があったりとかして、そういう時はズームレンズ装着するんですけども、なんかその 50mm の画角が今ちょっと僕の中でマイブームっていうんですかね、ハマってて、50mm の話しようかなと思って話をしました。うまくなんかやっぱりこう YouTube と違うの、ラジオってその例えとか大事だなって思いました。こう作例があればねこんな感じとかっていうのをせられるんですけども、そこがやっぱりこの動画と声の違い、ラジオと映像の違いなんですけども、やっぱその違いっていうのはやっぱりこうねいいのかなって思いますし、やっぱりこう、YouTube を見ながらっていうのはなかなか難しいから、その聞き流しでもねできる訓練というかそういうね感じでしたけども、どうでした？もう 50mm の話もうちょっとね深掘りたかったんですけども、ちょっと時間がねあまりなかったんであれなんですけど、このねYouTube のチャンネルっていうかこのね30日チャレンジの方でもちょっと 50mm についてね話せればいいかななんて思います。はい。ちょっといつになるか分かんないですけども、ちょっと待っててください。はい。で今日は何の日とかねあるんですけど、これねおかえりホットステーションの名物コーナーで、今日は何の日のコーナーなんですけども、今日はね6月4日っていうことでね、そういろんなね記念日とかあったんで、今日虫歯デーにしました。最初マジで虫の日にして虫キングの曲流そうかなとか思ってたんですけど、それだとなんかちょっとつまんないなと思って、虫歯デーでかけた曲は聴いてる方知ってるかと思うんですけども、 Perfume のチョコレートディスコを流しました。はい。チョコレートって虫歯になるみたいなねイメージがあるから、それでねかけたんですけど、面白いですね。はいでエンディングですよね。なんかこう中盤にかけてねなんかエンジンが温まってくるじゃないですけども、滑らかになってきて、こうなんか自分のこうインスピレーションがねこうパーンといけるんですけど、それがねもうちょっとね早い時間にこう盛り上げてね、こうみんなでこうなんかリスナーさんたちにはこうね聞きやすい感じにできればよかったかななんて毎回思うんですよね。こういうね一人反省会をねこう車を運転しながらね自分の帰る時にしてるんですけど、なんかやっぱりこう見つめ直すじゃないですけども、やっぱりこうねそういうエンタメ枠としてねこうラジオのパーソナリティやってるんで、ただやるんじゃなくて、なんかこうみんなにこうなんかね聞いてもらえるようなブランディングマーケティングもしていきたいなと思っててやってるんですけど、そういう中で反省して、もっと次こうしようとか曲どうしようかなとか考えてます。はい。っていう感じでこう僕のねラジオがある一日はこんな感じで過ごしてます。はい。なのであんまりねこう、午前中台本を考えたりとか曲考えたりとかして、仕事はなるべくなんか別の仕事あんまりこうねなんかすごい負担にならないような
感じでは入れてますけども、まあこれでねちょうどねこの帰り道ね帰宅ラッシュくらい被るんでちょっとねまあ長い時間反省はするんですけど、いやでもねちょっと嬉しかったのは本当に僕の YouTube からねこう聞いてくれる方いらっしゃってすごく嬉しかったですね。本当にありがたいです。はい、ぜひね皆さん見てる方いたらぜひ僕のそのね、ラジオも聞いていただいて、なんかねまあどっちでも両方でもいいのでメッセージとかねコメントとかね残してくれるとすげえ嬉しいです。本当にね30日チャレンジとかって言ってね、もうこれ本当にねラジオで言わなかったんですけどもうちょっとノリで始めた感もあるんですけど、だけどなんかまあ30日間でねこういろいろとねいろんなものを提供できればかな、まあ、映像クリエイターとしてではなくサイカとして、まあ、一人のね人間としてこう発信していこうかななんて思ってスタートしたんですけど、まあ、Day6 ということで明日で1週間 Day7 になるのかな。まあでも本当にねこうあっという間だなと思ってます。はい、まあでも本当にね、このラジオの反省としてはまあもうちょっとねこうしたいああしたいっていうのはすごくあって、もうちょっとなんかねこう知恵を絞ってねない引き出しを上げてこううまくね話術結構ねうまい話術というかねトーク力ある人ってすげえリスペクトですよね。なのでやっぱりこういうね練習してよかったなっていうか、本当にねこのね30日チャレンジ始めてからなんかやっぱりこう喋りに対するなんか抵抗というかなんか違和感というかがやっぱあったんですよね。これを始める前のラジオの喋ってる時もなんかこうなんか違和感っていうのがあって、だけどこうね始めて6日目でなんか若干それがねちょっと取れてきたというか、なんか自分が思い描くようなできるようになってきたんで、やっぱ練習って大事だなっていうか、まあ、練習のための練習じゃないですけども、まあ、自分でこういうことをねやっぱね経験則を積んでいかなきゃいけないのかなっていうのはめっちゃ思いました。はい、またねこれ来週もねあるんで、来週もなんかその自分の中での感覚が多分変わっていくはずだと思ってるんで、やっぱ継続は力なりということでやっていきたいと思います。またね明日も今日は Day6 ということでね、終わりますけども、ラジオを聞いてくれた方ありがとうございます。またね皆さん何でもいいのでコメントいただけるとありがたいです。でそれではね Day6 終わりにします。また明日もよろしくお願いします。それではまた。